でったら本当に限りなく選んじゃう。やばい。美味しいし元気になるし。あ、本当。あ、天気。笑顔もたっぷりあるから。まあ、感動。ちょっとクリスマス近いので、ちょっとカップもクリスマスの。生地には何々入ってるん塩とイーストと水。シンプル、とても。バゲットの生地と小麦粉と水を数時間置いたもの、ローメンみたいなものですね。これは食パン。今のうちに計量をしておきます。塩、砂糖、あと脱脂粉乳ちょっと多めで、生クリームときめ細かく焼きたいっていうのがあって。蜂蜜と生クリームです。これ測ってここからまた卵も焼きます。ケシの実、ちょっと飾りで少し。ちょっといいですか。はい。普通のところで。パチパチ音聞こえるじゃないですか。だいたいミキサーとか音で
中。かなりベタベタなんですけど、よいしょ。固まってくるので、これでしばらく値段通りのバゲットもちょっと加水は多めになってますね。さっきの生地を2段階に分けて入れることで、翌日も柔らかくなるという特徴があります。レンコンと明太子の方に、じゃあ後からちょっと組み立てますをになってからカンパーニュと追いかける感じで成形していきます。ちょっと優しい味の塩パンですね。これが朝一回でしょ、ごまちょっと様子見ながらパリパリがこうちょっと和らぐので、この全体的に馴染んだらこっちにこんな感じでちょっとこんな感じです。はい。泡さってあんま温度では食べないです。すまし汁とかに入れたりするんですけど、海苔ですね。沖縄だとちょっとアーサってよく呼ばれてます、ね。海苔なのでちょっと何と合わせたら美味しいかなと思って、ちょっとガーリックのバターと一緒に包んで焼きます。丸くなって性格丸くなってちょっと年取ったんだろうね、多分ね。焦げて美味しそうに見えるので、ちょっとだけちょこんと。これは
網網つけますね。猫の顔がちょっと横に平べったく、いつもお客さんがどうやったら喜ぶかなって考えてやってますね。よいしょ。結構微妙なあれで顔の表情変わるのではい。結構この表よりもこの焦げ目がついた裏面の方が可愛いので、まあ美味しいもまあお金取るから美味しいのは当たり前だと思ってて、それ以外に何が提供できるかなっていうのを常に考えてますね。毎日世話しないけどやっぱそれが考えられなくなったら自分はこれをやってる意味がないと思ってるんで。卵を塗っていきますね。多めにのせて。甘いチーズクリーム挟んだよく懐かしいって言われるパン、ちょっと周りに塗っていきます。はい。シナモンロールはふんわり焼きたいので上火でちょっと短時間でふわっと焼くイメージ。20分でふわふわに。大きい食パンと小さい食パン両方あるんですか？そうなんです。でも最初小さい食パンはちょっと生地が余ったので余り生地でなんとなく作ったんだけど可愛いってお客さんたちに好評で。ちょっとこれはまたちょっと置いて。
けしちゃうんですよはい。ちょっとベーコン挟んだパニーニ。みんな好きですよね。焼きますね。美味しそうですね。大丈夫ですか？ベーグル今言ってた。ちょっと他のパンは結構外国産のものとかだったりするんですけど、これだけは国産小麦。パン屋さんやる前に結構お家でパンを作って人に食べさせたりレシピを考えるのが好きだったので、ちょっと思い入れがあって、お家で作って人に食べさせて自分も食べて、もう寝ても覚めてもって感じだったから、それでチョコ抹茶プレーン。木豆はたっぷり。国産小麦なのでちょっと和の素材とか合う感じがしますね。食べててもう包んでいきます。なんかそう思うことにしてる。そうですよね。この時間は結構バタバタ、一人なんだけどなんか運動会みたいに毎日走り回ってギャ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 やってますね。でもやっぱ続けてるってことはなんやかんや楽しんでいるんでしょうね、自分自身ね。始めたばっかりの頃はなんで1日って24時間しかないんだろうと思って、もうちょっとあったらいいのになって。時間が早く過ぎるってことはやっぱ楽しいし充実してるってことだとも思うので、いいことかなって思いながら。置いておきます。一旦きれいにします。
の落ちていたので、ちょっと一気に仕上げていきますね。食パンのイメージっていろいろあると思うけど、ここのはちょっときめが細かくて柔らかい食パンのイメージなので、あまりにもケーキみたいに美味しすぎるとちょっと、ケーキだと晴れの日とかのイメージだけど、パンっていったらやっぱ日常にある毎日食べるようなものだから、やっぱ合わせやすいように適度に美味しいっていうイメージ、やっぱそれ大事かなっていう。脇役名脇役感じ。黒目がちの方が可愛い。プロっすね。沈みやすいので。ぎゅうぎゅうでいいですか。これはチーズ、これが抹茶、これがプレーンですね。消しの実。この組み合わせ大好き。あんことナッツ。ちょっと10分で様子見ますね。やっぱり一番自分が美味しそうと思ってすごい。パパ。熱々の方に運びますね。私のお家の卵のサンドイッチってなんか卵焼きだったんですよ。でマヨネーズと一緒に挟むっていう、一応それそのまんま懐かしい味、私にとっても。一回買った人なんかまた美味しいって買うね。これシンプルなんですけど。
湯煎焼きっていうのがポイント。お客さんによくこんなに綺麗な卵焼きどうやって作ってるのって言われるんですけど、フライパンじゃなくてオーブンで焼いてるっていうのがやっぱりタイミング10分13分ぐらいかな。ちょっと膨らむまでっていう感じで何分とかないんですけど、単純に美味しいものを作りたいっていうのがやっぱ一番シンプルだし、体にあんま良くない保存料とかそういうのは入れたくないっていうのがやっぱ大きいですね。なんていうの、自分の大切な人に食べさせて大丈夫かっていうのがやっぱ基準になるんじゃないですかね。ただ一人でやってるのでやっぱ出来合いのものには頼ったりっていうのもあるんですけど、やっぱりでもそれでも安いだけとかそんな理由だけで使いたくはないなって思ってて、やっぱ美味しいでなるべくシンプルなものが大事だと思ってますね。冷まったらちょっと沈むけど、ふわふわのちょっと厚みがあって美味しそうですね。オリーブオイルちょっと塗りますね。美味しくなるし、塗っときますね。全部はやっぱりそう思うんじゃないかな。こうこねてる時は座ってる感じで、トッピングとかこういうやってる時はやっぱお化粧とかして売れる時はなんか花嫁を送り出すお父さんじゃないけど、なんかそんなイメージやりながら一応そんな風に考えてます。ちょっとクロワッサン焼き甘めだけど、沖縄湿度が高いから焼きを甘めにサクサクっていうよりはしっとり焼き上げて、よりバターの風味を強調させるように、平べったくっていうよりはちょっと上に縦に自分が美味しそうって思うものをやっぱりお客さんに食べさせたい。どうしよう。リンゴとシナモンとちょっととろみ漬けでコーンスターチちょっと入れて、食べてて食感、リンゴのシャリッとした感じとちょっと甘い感じ、シナモンで。はい、小さいのだけうるさいです。ちょっと白いけど小さいからこそこれで出せるんですよね。ちょっと耳が柔らかい、はい、大きいとねやっぱここが折れてくるので。
と焼きは甘めですよね。すごい柔らかいですね。大丈夫かな。よいしょ。はい。ちょっと避けましょうね。ちょっと加水っていうか多いのでちょっと開きにくいのでちょっと深めに縦に切るように入れます。甘くて中がちょっとしょっぱくて生地がもちもちで美味しい。いきますね。とても美味しそうね。とても美味しそう。いいですね。すごい。あれでしたね。余裕がなかったです。ちょっと小さめのものは生地が一緒でも全然違うパンになるからね。美味しそうですよね。こんな感じですよ。美味しそうですよね。焦げた感じが美味しそうで、ちょっと焦がします。ちょっと明太子が焦げると美味しいので、こっちはいいかな。こっちにしようかな。ここにしますね。すごい美味しそうですね。こんな感じで。美味しそうじゃないですか。いい感じですよね。カレーにこれもまたチョリソーと辛いウインナーを挟みますね。でこれにチーズのっけます。同じガーリックちょっと中と上にたっぷりのっけますね。はい。ちょっとコロコロ沖縄の人豚肉好きですよね。豚肉文化なので。これもバーナーで炙ってちょっと開くので、それを炙って開くんです。はい。炙った方が美味しそうだから。美味しそうですよね。こっちに置けるかな。ちょっと置いてみます。ちょっとどうにか来ました。はい。色とりどりが。あ、カレー置く場所がない。札出すの忘れてますね。
ごめんなさい、なんかダラダラやっちゃった。忙しくて、さっき5分前に見たんですけど、私が送るの遅いです。朝一はやっぱりいいですね。ねえ、これもうすごい。ここ紹介してくれたから、この周辺に住んでると思ってたけど。違うの？そう、でも職場近くなので。奈良から来てくれて。ありがとうございます。いえいえ。今今日も職場に用事があったので。気軽に来ちゃって。あ、全然。豊見城に住んでて北に帰ってます。そうよね。そうなんですよ。なんか出身南部なんだよね。あ、南部。私八重洲実家八重洲なんですよ。いいっすよ。いっぱい買ってください。そのために作ったんで、お客さんに食べさせるために作ってるので。ありました。でも前はもっと多かったんですよ。なんかほら、ふわふわだけじゃないんですよ。柔らかかったり、ちょっと硬めのとことかあったりして。食べたいものを選んでったら本当に限りなく選んじゃう。やばい。いいですか。そう。私逆に端っこが好き。あ、そうですね。じゃあこれと。はい。週に1回ぐらいですかね。職場が近いのでたまに寄らせていただいてます。個人的にはシナモンロールと塩パンとかメロンパンレギュラーで買ってますからね。はい。店主の人柄がすごい良くて、その人柄の良さとか思いがなんかパンにも出てる気がしてて、そういった可愛らしいパンがたくさんあるように思えてます。友達に紹介していただいて初めて来た時にもうドハマりで私必ず買うパンがあって、ですごいこのちっちゃいこのパン、これめちゃくちゃ美味しくてガーリックが効いてるんですけど、もう一回食べるとやみつきになるので必ずこれは買って、青さとか入ってるのかなとか、青さなんとかパンってごめんなさい名前わかんないんですけど、すごいおすすめです。このパンって沖縄独特のものですかね。そうですよね、きっと。私も私実は沖縄の人じゃないのでここに来て初めて食べたんですけど、青さのそのなんて言うんだろう、海藻的な感じとガーリックがすごいあって、でなんか彼女の愛情もすごい入ってるのでめちゃくちゃ美味しい。どれ食べても美味しいんですけど、パンもそうだけど店主の彼女の人柄というか、もう会うだけで元気になれるので、パンもなんかそのエネルギーが全部込められてる感じで、食べると美味しいし元気になるし、来ると私も元気になるのでまた遊びに来ます。遊びに来ながらパンを買いに来ます。今からどっかお出かけですか？なんか今日午後から仕事？朝いかな。警督？かな？昨日も来てくれたのに。なんか手が買いに来たっていうおいしいって。これ飲んで。バイバイ。毎週来てます。毎週ですか。毎週来てます。パンもそうなんですけど、オーナーの彩香ちゃんに会って毎週元気をもらってます。すごくなんかポジティブな気持ちになって、明日も頑張ろうっていう風になります。なんか不思議な力持ってる子だなっていつも思ってます。いつも幸せをありがとうございます。またね、また来るね。であと朝食絶対パンです。あ、決まってるんだ。ご飯をやめてくれっていう。なんか理由があるの？食べにくい。そう？
お金払ってお客さんを買うから美味しくて当たり前っていうのは、まあ、当然かなって。どうぞ進めていく感じですね。図面にね。クロワッサンないですか？あるこっちに。ありますかね。ありがとうございますここを切ってですね。クロワッサンが大好きでよく買いに来ます。 Yeah, we live right there, so it's really close and convenient and delicious. There's something special about like a neighborhood, bread shop or bakery. Every time we come in here, even after the second time, she knew our name. And so it's very friendly and we love just stopping by. So in the States, the bread shops are like chains. So we have something like that's called Panera, but it's a chain. So it's, around town, It's it's just nothing private. special, if you will. But like there's no special shops, that's, a single owner running it. So yeah. Yes, oh yes, yeah. Oh, cinnamon rolls are the best. And it's good for lunch too because the sausage rolls and everything is so good. もしここに来たら絶対シナモンロール食べてください。めっちゃ美味しいです。とクロワッサンも。More coming Christmas time. Oh yeah, あ、 can't 本 wait. 当？あ、Thank you. Best baker in Okinawa. あ、Thank you. 頑張ります。 Thank you, Thank thank you. you. Alrighty, have a good day. Have a good day. Thank you. Bye, see you next See time. you next time. Thank you. すごい優しいですよね。住んでる人も多いと思いますよ。基地もあるけど、結構軍を辞めてここに住みたいっていう外人さんも多いみたいなので、みんないいところっていらっしゃいませ。あ、こんにちは。準備できてますよ。ゆっくりでいいよ。あ、本当？ちょっとなんか妹さんにあげるんですか？あ、リハーサルって言ってました。はいはい。ありがとうございます。お願いします。もうあんまり無理しすぎない方がいいですよ。人生楽しまないと。人生は諦めてる。そんなこと言わないで。もうパンが美味しくて大好きなのこっちのパンは。今日は何を買われたんですか？クロワッサンを20個。クロワッサン20個ですね。20個。土曜日には必ず20個買う。それは妹にあげるのよ、チーズは。妹は読谷に住んでるのよ。読谷に住んでるからパン屋美味しいからって勧めてるわけ。そこがいいのよ。笑顔もたっぷりあるから美味しい。まあ3度。いいですね。すごいきめ細かいですね。はい、ありがとうございます。また違う食感だったりしますね。より柔らかくてもっちり重い感じ。あ、ちょっとおすすめ6枚切りなので。基本6枚に切っちゃいます。
いらっしゃいませ。こんにちは。さっきいらっしゃってましたよ。絵本かもしれない。ねえ、わかるんだね。あ、綺麗。帽子好きなの？今日出したかあ、今日出したんですか。気をつけて。ら。はい、どうも。ありがとうございます。どうも。可愛かったですね。お客さん対応しながらわーってやって一日があっという間に過ぎていくので、なんで24時間しかないんだろうって思いながら、さっきも言ったけど、なんか本当に充実してるってことなんだろうなって思いますね。なんかベリー系が好きで。あ、美味しい美味しい美味しい。わかる気がする。これでよく買ってるでしょ。あー、買ってる。いや見てて、あ、これうまいやつだ。沖縄の方ではなくて、静岡です。あで引っ越してきて、引っ越してきて、昨日友達に紹介してもらって昨日食べたらめっちゃ美味しかったんで来ました。昨日来て今日も来て明日も来ます。2年3年オープンぐらいからいますので、店主の人柄と味ですよね、どっちも備えてるんでずっとリピートしております。食パンが抜群に美味しくて、で食パンとあとわさパン必ず買ってますね。他の惣菜パンも好きなんですけど、1週間の楽しみ。おじいちゃんおばあちゃん、若者と子供と学生とかみんなと話がこうできて笑い合えるってなかなか機会ないと思うんですよ。巡り合わせだなって思いながらやってますね。自分でもびっくりするぐらいよく喋るんですけど、結構私との会話すごいびっくりするぐらい覚えてて、実はあの時結構落ち込んでたりして勇気もらえたとか聞いたりした時はすごい嬉しいですね。でまたパン買いに行きたいって思ったって聞いたりすると、やっぱやっててよかったなってなるので、本当ありがとうございます。お客様からそう手紙とかなんかありがとうとか書かれてるのはなんか取りたくなるので取ってるね。お家にもいろいろあるけど、いつも美味しいパンありがとうみたいに書いてあるんで、これも取ってる。なんか嬉しいですね。やっぱなんか元気ない時にこんなの見たらやっぱ元気もらえるんでちょっと取ってます。なんか嬉しいですね。なんかミッキー好きなの？そうですね。ああ、いらっしゃいませ。こんにちは。実家が近くにあって、たまに来た時にピースしてる。今日は猫ちゃんのパンを買いました。アーサーの塩パンみたいなのがめっちゃ美味しくて、でなんかちっこくていろんなパンが食べられるって言って、よく娘連れてきます。朝パン最後の2個だったんですよ。お美味しくてまた戻ってきたんですか？はい、初めて昨日さっき食べたんですよ。1個食べたらめっちゃ美味しかったんで。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとギチギチだけど大丈夫です。大丈夫。はい。いくらから？娘のちょっと前に。前から来てるから3年以上乗りますよね。ね。すごいね。バーゲットとかカンパーニュですね。今日もカンパーニュも取ろうかなと。カンパーニュも取る。これにハマってここ毎週来るようになりました。
食べたいの取っちゃったから。実はもう売り切れてるからね。ごめんなさい。来るんですよね。また来週。ほぼ毎週来てる感じ。買い物しながら結構おしゃべりもしちゃってて。お隣のお姉さんじゃないけど、なんかパン屋さんで、近所のお姉さんみたいな感じですね。ね。本当に最初の方は店開けて間もない頃だったんで、朝から晩まで働いてるって感じだったんで、ヘトヘトに疲れ切ってるような時もあったんで、それに比べたら最近はちょっとペースも掴んできてるみたいで、まあ、長く続けてくださいって思う、ね、それこれからもぐらいですね。美味しいパンを焼いてください。ぐらいですね。やっぱ余力は残しとかないと、お客さんも大事だけど、やっぱ体も大事だし、もうちゃんと体調管理しないと、元気じゃないとパン作れないし、お客さんにもね、なんか笑顔を届けられないので、やっぱそこを大事にしないといけないですね。妥協とかじゃなくて、やっぱ大事だなって、なんかやってて思う。そこはやっぱ4年やり続けて感じることですね。大事大事。あ、Thank you。すごい。Over there. Is it going well? こっち。あ、一応私の旦那さんです。はい。いつもお手伝いというか。そうですね。彼ちょっと持病を持ってるんですけど、ちょっと体調を見ながら、調子がいい時はこう手伝う。自分ができる範囲で、かなりすごい助かってるですね。はい。はじめ私のお客さん。最初お客さんだった。First, I came here as a customer, and Aka was very kind to me. 彼がお客さんだった時にシナモンロールを買いに来たんですよ、友達と一緒にね。そしたら売り切れてたんですよ。And then one time I brought my friend here, and I wanted to give my friend a cinnamon roll because her cinnamon rolls are my favorite. But it was sold out, so she saved one for me, and I came with my friend the next day, and it was very kind. I thought that she saved it for me. じゃあ最初はお客さんから始まる。そんな感じ。なんかドラマみたいなんですけど、こんなことってあるんだなって私自身もびっくりしたんですけどね。一人でやってるっていうのを知って手伝いたいっていうので、それで今になるね。So one time I asked her how her day was, and she told me that her day was a special day. So I thought, oh, why is it a special day? But she told me that every day is a special day. So I thought it was very touching to me that you can live a life that every day is a special day, and you want to live it like in a way that you always value every single day. That was it. これ聞いた時かなり私びっくりしたし嬉しかったです。やっぱお客さん自身が結構私が思ってる以上にやり取りを覚えてて胸に刻んでくれてるっていうのがすごい嬉しくて。Thank you 開けてやって。やったー。お願いします。はい、ありがとうございます。1230円になりますね。はい。お待たせしました。どうぞ。はい、ありがとうございます。はい。
子供の時からパン作り大好きで、食べるのも好きだし作るのも好きだし、歴史とかその製法だったりとか材料とか調べるの好きだったっていうことで、パン屋自体がこう私にとって夢の職業だし、パンが夢そのものっていう感じで今まで来たので、夢っていうのと、あとノワールっていうのがフランス語で暗闇とか黒っていう意味があるんですけど、18、19ぐらいの時にちょっとご飯が食べれなくなって病院に入院してたことがあるんですけど、その時に食べ物って栄養だけじゃなくてやっぱ直接口にするものだからこそ、この作り手の気持ちが伝わるとか、食べないと元気が出ないんですよ。で気持ちもいい方にいかないというか明るくいかないので、やっぱそれをやっぱ実感してて痛感してるからこそ、やっぱりこの接客とかお客さんとの会話とかそういうのも美味しいに密接してるなってすごく思うので、お客さん来た時には必ず一声何か接客以外の言葉をかけたりとか、そういうことは考えてて、なので闇を照らす夢っていうことで、ちょっと来た人たちがそれぞれなんかちょっと暗い気持ちの時はちょっとここのパン食べたり、ここで話することでこうちょっと明るい気持ちになってもらったりとか、逆に嬉しい時はもっと嬉しくなったりとか、ここに来ることでなんか今日一日いい日だったなとか、そういう風に思ってもらえる場所になってくれればいいなってことで、ちょっと夢のあるパン屋とか夢のある場所、夢のあるパン、なんだろう、そんな感じで続く、自分にとってもお客さんにとっても続くようにちょっと夢のある名前になってます。はい。